はい、どうもこんにちは、カズコでございます。ということで、今日なんですけども、プライベートでクエ釣りに行ってきたんですよ。僕の周りでクエ釣りやりたいという方たくさんいて、じゃあちょっとプライベートで行こうかということで行ってきたんですけど、まさかの僕だけ釣るっていう。クエ釣りって0か100の釣りで、船で誰か釣ったらそれはもう事件なんですよ。もう0匹が当たり前みたいな、そういう釣りなんですけど、まさかの僕クエ釣っちゃいまして、しかもめちゃくちゃでかい。しかもめっちゃクオリティがいい。来た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 。はい、痛い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 。食えな。食えな。俺痛い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 。痛い食え。絶対食え。痛い痛い痛い。よし来たー。バカおめえ。あ、絶対食え。マジ？やばい。来た来た。結構でけえぞこれは。いいよ。負けねえ。絶対逃がすな。これはね絶対取りたい。絶対逃がすよ。おい、来た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 。よいしょ。絶対。上がれよー。上がれよー。上がれよー。やばい。すげえ危やばい。ちょっと待ってやば。これやばい。これやばいの来たわ。ねえ。これやばいのいった。これ太り具合もやばい。あー、18。やば。この長さで18は大きいよ。でかやばいなこれ。いやすげえ。しゃあ。ちょっとここにいますね。見ましょうか。ほらここに入ってますよ。やっば改めて見ると。うわ僕の今年の目標が10キロオーバーのクエ釣るだったので、まさかここで達成。しかも動画外であと一緒に乗ってた方が朝一一発目でねこれも釣ったんですよ。うわすごい綺麗。よっしゃ。おお綺麗なコブダイですよ。ちなみに両方とも市場で買ったケンサキイカを餌で釣りました。いやー楽しかったな。惜しい。 19.65 19.65 だよ。すげえわ。ほらちゃんともう20です。これはちょっと血が抜けちゃってたんで、もうこれは20キロです。ジャスト20キロねえ。ずんぐり。いやすごいなこれ。あ、でも1メーターありますよ。本当だ1メーターある。あ、しまった。さーっと白くなりましたね。うわー、はい、もう油あります。もう尻尾でわかる。お、いった。めっちゃ油ある。すげえこれ。よし、じゃあスタジオ帰ってさばいていきたいと思います。それでは帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。じゃあでっかっ。改めて見るとすごいな。ちょっと一回まな板に開けましょうか。よいしょー。まずこちらがコブダイですね。僕の中にカードショップのオーナーさんが釣ったっていうね。いやーこれすっごい綺麗じゃないですか。ボディが赤くてさ、ほらなんかもっとコブダイってどす黒い色想像してたんですけど、このコブダイは物がいいな。うまそうなんですよね、身質も。でお次はよいしょ。やばでかすぎ。画角に入ってるこれ。今日釣ったこれクエですよ。20キロです。 19.65。それはもう20キロです。なんなら血とか内臓のものが抜けちゃってたんで、20キロと500グラムぐらいだったかな。大きさがね伝わらないのが残念なんですけど、いやまさかプライベート長考でこんなのが上がるとは。今日6人で行ったんですけど、いやまさかしかも僕の竿に来るとはね思いませんでした。正直僕は釣れないと思ってました。なんで急遽動画回してるって感じなんですけどね。そして僕らこのクエ釣り行くと誰が釣ったらそれを切り分けてみんなで持ってくってやつやるんですよ。なので片身はみんな分けて、でもう片身は動画で使いたいと思います。よし、じゃあそしたら内臓が気になるとこなんですけど、片身だけすき引きして持って帰るように仕込みますね。よいしょ。でもう片身動画で使う方は10日間寝かしたいと思います。これはね寝かした方が美味しいので、メーターオーバーの20キロです。よし、じゃあすき引きしていきます。やっぱ池だとすき引きしやすい。この鱗はちょっと取っとこう。乾燥させてレジンかなんかで閉じ込めてキーホルダーにしたろ。これですよ。
これで、この最初にお腹を抜いてしまうとすき引きがすごくしにくいんです。このお腹のところが。でもすき引きして寝かすと皮が傷んじゃうんで、寝かす場合は鱗ついてた方がいいと思うんですよ。鱗がこの守ってくれるんですよ、この白い皮を。配る場合はちゃんとすき引きしてから配ってあげると。ほんと釣りあるあるで、無欲な時ほど釣れるんですよね。釣るぞ釣るぞって意気込んでいくと釣れなかったりするんですよね。まさしく今日僕以外の人たちがそうでしたんで、間違いないと思います、この説は。で、お腹のところはこう縦に落としていく。ほら、これでこうすき引きイコールこっちの動きが当たり前だと思ってたんですけど、縦にいけるっていうね、それ大発見です。こんなん誰も教えてくれんでな。はい、このように綺麗にすき引きできました。そしたらお腹を割っていきたいと思います。ほぼ空気だと思うんですけど、内臓脂肪相当入ってると思います。まず肝の色、そしてもしかしたら何か食べてるかも。まあ、胃袋はねギョロって出てたんで多分空っぽだと思うんですけどね、内臓脂肪がどんだけあるか。あ、空気がシューッと抜けましたね。だいぶ空気が入ってました。すっごっ、このクエちょっとすごいわ。はい、こちら。うわ、卵持ちだったか。肝臓、そして内臓脂肪ですね。見たところ針は入ってなさそうだな。こういう大型のクエをさばくと高確率で釣り針とかが入ってるらしいんですよ。それなんでかというと、アジの泳がせ釣りとかイワシの泳がせ釣りでこれがかかるんですよね。でもイワシとかアジの泳がせで狙う魚っていうのはタイとかヒラメじゃないですか。もう到底こんなのがかかる装備じゃないわけですよ。なのでブチ切れちゃうんですよね。それでお腹の中とか口周りに針がついてることが多いんですけど、もう今日はねがっつりクエを狙う装備だったのでこれが取れました。この内臓脂肪ですよ。これすごいよ。クエの卵か。はあ、初めて見たな。クエの卵もちょっと食べてみますか。せっかくなんでね。こういう形なんですね。まだ未熟なんですね。身を下ろしていきましょうか。じゃあまずお腹に1本。あ、まだプリプリだな。うわー、すげえクエのいい匂いがする。今年ね僕持ってるんすよね。この33歳になるんですけど、いいことが続きすぎてる。はい、お腹入りました。この片身抜いちゃえばだいぶ扱いやすくなりますんでね。で、背中入れていくんですけど、この縁側、ここは絶対残します。まず1本ガイドライン。ガイドライン入れたらそこから徐々に包丁入れていきます。一発でいこうとしない。ちょっと静かになっちゃうな。包丁がね入っていかないんですよ。油がすごいんですけど身がめちゃくちゃ締まっててなかなか進んでいかない。よし、入りました。そしたら釜下で落としますか。釜下でこう落として、よいしょ。はい、この状態になりました。そしたらこれ台湾包丁ですね。これで腹骨を取っていきます。あと2本、あと2本、ここの2本。よし、取れた。せーの、よっ、よいしょー。いい密室ですね。あとこっちがですね、頭はちょっと冷凍保存しときたい。なんかしよう、この頭。あえて釜下から落としますね。この骨なんですよね。この骨が断ち切るのが困難です。包丁でやると包丁一発で悪くなります。どんだけ強いレバーとかこういう台湾包丁でもこいつの骨は断ち切れません。なのでノコギリ。はい、頭ですね。さあこの状態で寝かしていきます。ここちょっとむき出しになっちゃってるんですけど、もうここは最悪トリミングでなんとかしましょう。これ水気取って真空パックにして氷水で10日間寝かします。うまみをぐんと上げます。次はコブダイちゃん。すげえ、コブがプルプル。でこのコブダイ面白いのが、この子口にかかんなかったんですよ。なんか知らんけどコブにかかって釣れてたんですよ。これもすき引きでいきますね。すき引きしやすい。じゃあまず頭を落としていきます。コブダイも骨が硬い。
はい、コブダイの頭。プル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 。ちなみにこのコブのところは僕も食べたことあるんですけど、美味しくなかった。生臭い無味無臭のゼリーって感じです。ただ、コブダイは少し水っぽさはあるものの、すごく美味しい魚なんですよ。コブダイはそんなに内臓脂肪がある、脂があるみたいな魚じゃないんですよ。内臓脂肪バリバリのコブダイって聞いたことないですね。綺麗に骨が入ってますわ。コブダイの骨の入り方はね、綺麗なんですよ。ほら、綺麗に入ってますよね。はい、1枚目。本当はクエも魚拓にしてもいいなと思ったんですけど、この動画がもう魚拓だろうと。ということで僕は魚拓やめました。さすがに40キロ、50キロが釣れたら魚拓も考えるかもしれないですけどね。まだまだ20キロなんでね。僕は次の目標は目指せ25キロオーバーのクエ。これを釣っていきたいなと。海洋丸さん、クエ釣りやってますんでね。ぜひ皆さんも興味ある方は行ってみてください。もう本当に楽しい。はい、2枚目。よし、そしたらこちらを切り分けて分配していきたいと思います。動画の方のクエは10日間寝かして、10日後の熟成加減を見てどんな料理にするか決めていきたいと思います。それじゃあ10日後にはい、では10日経過しました。もう10日ぐらい経ろうかなと思ったんですけど、ちょっと待ちきれないよということで、もう今日食べちゃいます。肩身は当日抜いてこのように小分けしてみんなに配りました。こういうのはね、みんなで分け合った方がね、美味しい。どうだ？うわー、いい感じになってますね。てかね、すごく物いいです。やっぱ。自分で釣ったからもありますけどね。そしたら今日はこちらのクエを使ってクエ鍋を作っていきたいと思います。僕ね、クエは鍋が一番好き。刺身もうまいけどやっぱ鍋ですよ。で、このね、卵も入ってましたんで、この卵も鍋に入れて食べてみましょう。で、この肝。これがね、うまかったな。僕らクエ釣れたら、その日にさばいて、肝だけ、こういう風にごま油と塩で食べるんですよ。もうレバ刺しの上位互換。もうね、マジでうますぎる、これは。もうまさに釣り人の特権。で、これはね、急速冷凍かけてあるんで、これもお鍋に入れて、今日は食べていきたいと思います。で、クエ鍋はシンプルがいいです、僕は。なので今日具材は白菜をちょろっとと、ネギを少しだけ。で、あとはもう全部クエで。で、お出汁で食べるって感じですね。よし。じゃあ、まずすき引きからしていきますね。これすごいでしょ、この尻尾の太さ。尻尾が太い魚はうまいですよ。この尻尾の方まで油がいってるってことなんでね。僕次このぐらいのクエが釣れたら魚拓取ります。もう魚拓の紙も買っときましたんでね。いやー、にしても本当に良かったな。僕正直これ釣ってからどうしても引きが忘れられなくて、もう一回クエ釣り予約していきました。見事に坊主でした。誰も釣れんかった。このクエを釣ってから私絶賛釣りメンタルビンビンでございまして、毎日でも釣り来て何かしらの。で、そういう時に限って僕自分の船メンテナンスに出してるんだよな。もうダメだな。僕いろんな趣味ありますけど、やっぱりね、昔から釣りが一番好きかも。で、このぐらいの魚体だと、すき引きがしやすい。はい、このように綺麗にすき引きできましたと。そしたらですね、こちらを3枚におろしていきましょう。まず下から1本入れます。うわー、油がすげー回ってる。初日にさばいたのと全然わけが違う。やっぱこのぐらい寝かさんとダメだね。で、次は背中ですね。ゆっくり包丁入れていきます。縁側を取らないように。うわ、ほんと包丁入ってかねえわ、これ。やばい。これね、僕今までさばいたクエで一番物いいかもしれません。ほんと自分で釣った補正が入ってるとかじゃなくて、ここまですげえの初めてだな。さあ、もうすぐ取れますよ。はい、来ました。言いますよ。せーの。よいしょ。すげえ。これですよ。最高の身ですね。見る人が見ればこれ分かりますよね。この厚み。すごい。うわー、魚拓取っとけばよかった。いやでもね、クエって最大どうだっけな、50キロぐらいになるんだっけな。まだまだ大きくなる魚なんで、必ず釣ってみせますよ。これより大きいものを。とりあえず自己ベスト更新ということで、はい、腹骨が透けましたら
血合い骨を取っていきます。はい、お節。はい、で、こちら目節ですね。そしたら切り身にしていきましょう。今日いろんな人に配るので、全部切り身にします。クエはお刺身とかおにぎりもうまいですけど、この汁物系が僕大好きなんですよね。お寿司の歯応えのある感じも好きなんですけど、火を通した時のプルンとした食感。で、このなんとも言えない油の甘さ。本当に美味しいんですよ。じゃあ切り身にしていきます。クエ鍋用なんでそこまで大きくしません。このぐらいですね。このぐらい。これでも一切れいくらするんだろう。本当にこれで冬場とかだったら一切れ1500円ぐらいしますからね。価格でいっちゃってね、ちょっと下品ですけど、本当にするんです。うわー、うまそう。よし、このブロックは僕が隠し持っておこう。もう1週間ぐらい寝かそう。いやーもうほんと魚って面白いな。ほんとね、めっちゃ楽しい。釣って楽しいし、さばいてて楽しいし、食べて美味しいと思う。最高じゃん。はい、ではこんな感じにさばき終わりました。他の切り身はこういう風に真空パックにして配れるような形にしておきました。で、頭は冷凍庫に入ってますんで、あれはいつか食べちゃおうか、それとも骨格の標本にしようか、ちょっと迷うとこですけど、とりあえず冷凍庫に入れておきました。そしたら、サクッとお鍋を作っていきましょう。もうね、正直、クエうますぎるんで、お水に昆布入れて、クエだけ入れて食べてもうまいんですよ。その魚自体のポテンシャルが高すぎて、どんな風に料理してもうまい魚なんですよね。で僕ね、あんまりこの魚はね、いらんことしない方が好きなんですよね。なので今日は、まずお水を 500cc 入れて、昆布を今から乾燥のやつ入れて、出し取ろうとすると少し時間かかるんで、そんな時こそこちら、じゃん！出汁はやっぱり出汁のチーズ。私が1年かけて開発しました、お出汁でございます。500cc のお水に1袋、ポンと入れるだけで、最高に美味しいお出汁が引けるんですわ。カツオ、カキ、サバ、焼きアジ、イワシ、そして昆布、椎茸。こちらの7種類が入った完全無添加のだしパックでございます。これ一つで味が決まる。美味しいお出汁です。金子道具店で販売中です。Amazon でも販売開始してますので、出汁の地図と検索していただけたら出てくると思いますので、日常のお味噌汁からお料理から、粉末そのまま使ってチャーハンとかいろんな料理に活用できますので、ぜひ皆さんお試しあれ。大好評いただいております。金子道具店一押し商品でございます。そしたらこちら、火にかけていきます。その間にお野菜を切っていきます。お野菜はまずこちら、白菜ですね。白菜今高いですね。ありがたくいただきましょう。やっぱ八百屋さんで買ったから美味しそう。みずみずしい。そしたらもうざく切りで。そしたらネギですね。ネギもザクザクザクとちょっと大きめに切っておきます。白いところで。で、あとはこちら肝ですね。これね、取れたてをすぐ冷凍したんですけど、やっぱり一回冷凍しちゃうと生では食べにくいので火を通しましょう。お鍋に肝入れるとどんな味がするんでしょうね。あ、でも中はまだやっぱ綺麗ですね。で、これ問題の卵ですよ。クエの卵。こういう卵。クエって面白いのが、20キロぐらいまではみんなメスなんですって。だいたい20キロぐらいのサイズが1メートルぐらいのサイズなんですって。そこまではみんなメス。これで20キロ超えてくると、コロッとオスになるんですって。で、クエっていうのは成長スピードが遅いので、オスの個体の方が少ないんですって。なんで、大きい1メートル超えてる20キロ以上の個体はオスみたいですね。
その大きなオスとメスが出会わないと子供は生まれないわけですからね。ベラとかコブダイとかもそうなんでしたっけ？ちっちゃいうちはメスで、大きくなってくるとオスに性転換するんですよね。不思議ですよね。魚の世界は面白い。どうなんでしょう。でもちょっとね、皮が分厚いような気もしますね。でもね、卵もありがたくいただきましょう。そしたらこれ仕込みは完成ですね。はい、沸騰してお出汁が出ましたら、だしパックを取ります。で、お塩とかお醤油の粉末入ってるんで、もうこの段階である程度味は決まってます。濃すぎず、薄すぎず、今から食材をプラスして、食材の旨味が入って、ちょうどいい感じになる。そんなお味になっております。で、ここに普通に入れてもいいんですけど、自分好みにスープをアレンジすることも可能ですよ。僕はちょっとお酒入れます。お酒を少し、大さじ1。で、お醤油も少し小さじ1ぐらい入れます。そしたら、白菜の芯から入れます。そしたらネギ。で、卵。肝。そして骨ですね。骨入れるの忘れてました。最初に骨入れなあかんかった。骨入れて、ドサッと。よし。はい、これで、一煮立ちさせたら、クエ鍋の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。うわー、もう今、もうすごいいい匂いが漂ってますね。じゃあ、オープン。うわー、うまそう。これが自分で釣ってきたクエで作ったクエ鍋。しかも肝と卵入り。この脂の乗ったいいクエっていうのは、この筋みたいにこの脂の層が入ってるんですよ。でこの皮と身の間のこの脂の層ですよ。これがね、たまらなくうまいんですよ。こちら肝、大ぶりの肝。そして卵はどうだ？お、卵も美味しそうに見えましたね。楽しみ。じゃあまず卵、身、肝。肝うまそうだな。お野菜はもうちょこっとでいいです。スープを注いで、ポン酢も持ってきました。そしてね、こちらお刺身も引いときました。切り身をお刺身にしました。うまそうですよね。梅肉わさびね、お塩とすだちでいきます。で今日のお塩はこちら、じゃん、クリスマス島のお塩ですね。これね、うまいんですよね。クリスマス島っていうのは太平洋のど真ん中に位置する島です。もうサンゴ礁が綺麗な島で採れたお塩ですね。名前に惹かれて買ってみました。でちょっとまず最初にビールいいっすか？ちょっとね、暑いです。キンキンに冷やしたグラスでいきます。お飲み物はこちらです。デンギノのやつ。もうそりゃそうでしょ。スーッと注いで、やっぱこれ暑い時はこのキンキングラスに注いで飲むビールうまいですよね。キンキングラスだといつもより少し 1.5 倍ぐらい泡立ちが多いので、それを考慮して入れていって、はい、こちら7対3、完璧なる7対3。今月で一番ぐらい綺麗な7対3決まりました。いただきます。うめえ、最高だね。スイッチも入ったことですし、こちらいただいていきましょうか。まずはこの身、何もせずにこの身をいただきます。ポン酢はつけません。いただきます。うわ、あかんこれ。うんまー。うわー、ありがてえ味がするな。口の中入れて咀嚼して、そしてこの喉を通ってここら辺までうまいです。どういうこと？ここら辺までうまいって。ポン酢つけていきましょうか。これもうポン酢入れた瞬間油がもうすごい。うんまー。このクエっていうのはあの大きさからは考えられないほどきめ細やかな身質。そしてこの綺麗な湧き水のような油。綺麗でサラッサラなんですけど、甘みとコクがしっかりあるんですよね。で噛めば噛むほどうまい。幸せだな。僕よく言いますけど、この自分で釣った魚は 1.5 倍うまいんですよ。もともと最強にうまい魚なんですよ。これ自分で釣りましたでしょ。僕やばいです。これうますぎて泣きそうです。オーバーリアクション抜きでね、釣り仲間にも分けたんですけど、めちゃくちゃうまいよって、こんなうまいクエ初めて食べたと。いや、うまー。ちょっとこれやばすぎ。うんま面白い食いもんだな。
うわ、うんめ、だしやっば。はうんまっ。では次、こちらの肝いきましょうか。少しポン酢につけていただきましょう。いただきます。うんまっ。あ、肝うまっ。あん肝よりもっと上品です。で、味が濃いね。これですよ、これ。あー、うめえ。最高。火通すとこんな味なんだ。クエキもうまっ。うわー、野菜も味が染みてうめえ。クエの肝ね、食感的には鶏レバーのような食感です。あん肝の方が滑らかなんですけど、味がすげえ濃いです。なんだろう、この味。なんかいろんな味がする。口に入れた瞬間はあん肝のような味もするし、咀嚼してると甲殻類のような香りもするし、でもうちょっと噛んでると巻き貝、サザエとか西貝とか、そんなような風味もありますね。面白い。めっちゃうまい。やべ、でもこれスープが相当うまいな。ほんでこれすごい。これはうまいです。本当にうまいものを食べた時ってうまいしか出てこないんですね。ちょっとごめんなさい、ゆっくり食べさせてください。本当に味わいたい、これは。ではお次、お刺身でいきます。まずはわさび醤油ですよね。すりたてわさびで。おお、油浮きますね。ではこちら10日熟成クエの刺身いただきます。うまっ。うわ、うまっ。あれ、これめちゃくちゃうまいです。油の質的にはヒラメの縁側とかに近いですね。油があるんだけど飽きが来ない、そんな油ですね。うまー。クリスマス糖の塩、すだち、これでいきましょう。これはうまいよ。いただきます。うわー、うまー。贅沢な白身。ほんで寝かし加減完璧。柔らかすぎず硬すぎず、ちょうどいいとこですね。油がしっかり全体に回っててうまい。ちょっと梅肉とかどうでしょう。初めての試み、梅肉ちょっともったいないかな。どうだろう。いただきます。うまいけどもったいねえ。いや、でもわさび醤油が一番うまいかな。やっぱり戻ってくるのはクエ鍋ですよ。うまい。最後こちら卵をいただきましょう。どうなんだろう。ちょっとポン酢につけていただきます。あ、うまっ。卵うまっ。すごい、この卵味がある。ナッツのようなそんな濃厚さがあります。きめ細かくてうまー。クエって本当にどこの部位食べてもうまいんですね。初めて食べました。クエの卵めちゃくちゃうまいです。うわ、これありがたいな。でもこの一粒一粒が子供なんですもんね。ありがたくいただかなければ。こんなうめえ鍋は食べたことない。特別な味がする。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣ってきたクエを使ってクエ鍋、そしてお刺身作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかった。もう特別。あれはマジでやったなぁ。20キロのクエ釣っちゃったか。ついに自己ベストが5キロだったんで、なんでその4倍ですよね。いきなり4倍をパーンと記録更新しましたよ。正直まだ今でもリールを巻く時の感覚がね忘れられなくて、そんな簡単な釣りじゃないですよ。本当に0か100か。釣りって本当面白い。ほんで面白いもんでね、カメラ回ってるとなかなか釣れないんですよね、魚釣りって。ちょっと隠し撮りみたいな感じでこう撮ってる時に結構釣れるんですよね。ほんと楽しい。釣りって最高の趣味だね。仲間と一緒に釣りしてるその時間も楽しいし、ヒットした時のこの感覚、それも楽しいし、道具を選んでる時も楽しいし、釣ってきた後にさばく楽しみもあるし、で食べる楽しみもある。仲間に分けて、その分けた仲間が「いやめっちゃ美味しかったよ」って言ってくれる、喜んでくれる喜びもあるんで、もう一石何鳥ですかっていう趣味ですね。釣りをすると人生が豊かになると、なんかどっかの偉人が言ってた記事を見たことがあるよっていうのを知り合いが言ってたのを聞いた気がします。確かね。味はもう最高でしたね。今まで食べた中のクエでナンバーワンですわ。自分で釣った補正が入っちゃってますし、もうそもそもクオリティが高いですしね。まだちょっとブロックがありますんで、あれはまた
楽しみにとっておきます。で今度また釣り行きますんで、釣らせてくれた船長にも半分持っていきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。